JCJC 最速を目指すあの企画。モーターと、ギア1タイヤ直径が決まったところで、LC が入らなくなりました。ということで今回は最適なスラストと、ローラーの材質を調査していきます。ちなみに、冒頭でぶっ飛んでいたのは、トライパーツセットの 13mm プラローラーと、MS シャーシの吊るし、スラスト4度の組み合わせです。早速、スラストを調整するための、スラストチップを作っていきます。用意したのは FRP マルチプレート2本と、スクエアのマスダンパー。FRP プレートには幅が 29mm になる穴があるので、ここを使います。大きなお友達は三角関数を覚えているかな？直角三角形の角度 θ は、アークタンジェント A÷C で求められるよね。C が 29mm の場合、A が 1mm の時に2度、A が 2mm の時に4度、A が 3mm の時に6度になるよね。ということでこの A の部分を、ベアリングの径の差で作っていきます。表にするとこんな感じ、A は半径の差になるから注意ね。まず、15mm のビスを FRP プレートのここに通して、スクエアマス段の真ん中に通します。反対側の FRP プレートも同じ穴に通して、ナットで固定します。次に 25mm のビスにベアリングを通して、FRP プレートとマス段が貫通している穴に通しの、反対側にも同じ径のベアリングを取り付けてナットで固定。もう一つのベアリングはマス段を貫通しない穴に通し、ベアリングでサンドイッチのナットで固定。余った FRP プレートをちょきっとカットすれば、スラストジグの完成です。簡単に作れました。みんなも試してみてね。スラストチップの材料は、先ほどちょきっとした FRP プレートが使えます。穴の開いているところが真ん中になるようにカット。6枚取った銅にビスを通して、ナットで固定。一般のご家庭によくあるフライステーブルで、約 7mm 角となるように単面を整えれば、スラストチップ材料閉じができました。さばいたばかりなのでまだ新鮮です。あとは、先ほどのジグに、スラストチップを両面テープで固定して、削るだけ。念のため別アングルも、削る抵抗がなくなってきたら OK。9mm と 11mm のベアリングで削ったので、角度は2度になっているはず。でも、何度のスラストチップかわからなくなりそう。なので、ヤスリでマーキングしときます。2度は1本線にしときました。これを2個作って、ベアリングを交換してを繰り返すと、スラストチップセット、2、4、6の完成です。だいたい4時間、意外と時間がかかりました。いざ実装といきたいところなんですが、もう一つ作らにゃいかんものがあるんでごわす。スラストチップを作っても、普通に丸ビスで取り付けたら、軸が傾きませんよね。ステーにサラビス加工をして、サラビスで取り付けても、面で接触すると自動共振され軸は傾きません。そこで、球面ワッシャーを使って、軸に自由度を持たせます。球面ワッシャーが機能すれば線接触になるので、穴の径が許す範囲で軸が傾くはず。早速作っていきませう。材料はボールスタビキャップブライト閉じです。まずは 2mm のピンバイスで穴を貫通させます。次に 2.2mm のピンバイスの先端。刃先が 4mm となるようにマスキングで目印をします。マスキングを目印に、穴が貫通しないように切削。径を大きくしながら、3mm のピンバイスまで繰り返し。
こんな感じで段付きの穴が開いたら、ビスをナットで締め上げていきます。ビスがボールに埋没するので、余計な部分をデザインナイフでカット。ヤスリで形を整えたら、球面ワッシャープラス丸ビスカッコ仮の完成です。早速取り付けてみませう。角度は吊るし、でスラストがついていない。リア側で確認しました。2度。4度。6度。で、フロントに取り付けようと思ったら、バンパーに干渉しました。仕方がないのでバンパーを加工します。できました。あ、言い忘れていましたが、ステイはサラビス加工して穴径も3ミリに拡張しています。干渉は OK。球面ワッシャーもきちんと機能しているようです。いざ実装。お、早い。このスピードになると一瞬の判断ミスが、命取りになりますよね。仕方がないので、ステイは直カーボンで作り直しました。そういえば、ローラーの紹介を忘れていました。テストするのは 19mm のプラ、アルミ、ゴムの3種類、それぞれ脱脂圧抜き済みで、程よく回転するようになっています。マシンは、MS シャーシのアバンテちゃん。モーターはマッハダッシュギア比は 3.7。台形タイヤ30mm のスーパーハード。電池値はリフレッシュ充電の 1.5V。リアのローラーはトライパーツセットをそのまま。フロントのスラストとローラーを変更してテストします。まずは、スラスト4度のプラリングローラーから。知ってた。次は、スラスト4度のオールアルミローラー。予想はしてた。スラスト4度のゴムリングローラー。大丈夫だ、問題ない。ここでちょっとスローモーションを確認。LC 中間のジャンプ高さを比べると、ゴムリングがわずかに低く見えます。なのでゴムリングだけリアローラーが接触して、少しだけ内側に飛んできたみたいです。どんどこ行ってみませう。スラスト6度のプラリングローラー。想定内ですきり。スラスト6度のオールアルミローラー。お、いけた。3秒453。惜しい。スラスト6度のゴムリングローラー。これもいけた。安定してる。でも、遅い。ここでまたちょっと、スローモーションを確認。LC 中間のジャンプ高さを比べると、プラ、アルミ、ゴムの順に低くなっています。また、空中での姿勢も、プラ、アルミ、ゴムの順に前下がりに、これは LC への進入速度と、入り口側コーナーでの、スラストによるダウンフォースの影響かなと。で、ここから出口側の壁にローラーが当たるのですが、プラリングはジャンプが高すぎてスタビを使えず回転。アルミとゴムは出口側でも、しっかりとスラストが効いて、フロントにダウンフォースが発生しているようです。ただ、アルミは落差が大きかったためか、着地後の姿勢が不安定になっています。さらに鬼スラストにするとどうなるのでしょう？スラスト8度のプラリングローラー。余儀もなし。スラスト8度のオールアルミ。
アルミも安定して入るようになりました。スラスト8度のゴムリング。安定しているけど、明らかに遅い。ここでまたちょっと、スローモーションを確認。LC 中間のジャンプ高さ、姿勢は、スラスト6度の時と同じ順番ですが、全体的に低くなっているようです。プラリングはまだ、ジャンプが高すぎてスタビを使えず、サイコクラッシャー状態。アルミは高さが低くなったことで安定するようになった。ゴムリングはそもそもジャンプしていないようです。結果はこうなりました。ラップタイムは10周平均です。12度のオニスラストまでやってみたけど、結局プラリングは LC を攻略できませんでした。で、これをグラフにすると、ゴムリングはスラスト6度で、オールアルミはスラスト8度で LC を攻略できました。ただ LC を攻略できた時のラップタイム、0.7 秒ほどの差があります。また、スラストを大きくしていった時のタイムの悪化は、ゴムリングの方が 1.5 倍ほど大きい結果となりました。ゴムリングはシビアなスラスト調整が求められそうです。ゴムリングを2段ローラーの下段に使用して、コーナーでの失速を減らす方法もありますが、同様の方法なら、スラストをつけたオールアルミの方が、ラップタイムは速くなりそうです。最後に今回のベストタイムは、スラスト8度のオールアルミで、3秒375でした。あと1秒ほど削んなきゃですね。例の魔物たちを倒すために切り、